物差しに磁気が帯びてしまったので、それを脱磁気に通して磁気が抜けるっていう仕組み。中古で買ったんですけども、中古でも新品でも効果一緒なんかな。研磨屋 TV。 こんにちは、研磨屋のアナです。今回は平面検索板に関わる話なので、平面検索板をバックに撮ってます。平面検索板って、ご存知の方はご存知だと思いますし、ご存知じゃない方はご存知じゃないと思うんですけども、平面検索板、ちょっと後ろ見えますかね。テーブルはこんな感じで、この何ですか、金色のやつ、金とシルバー、このテーブルですね。テーブルにこの金色のやつがバーって埋め込まれてて、ここがマグネットチャックっていって、磁力が出て磁石がつくワークをここでチャッキングする、磁力でチャッキングするっていう感じになってるんですよね。磁力でチャッキングするんですけども、磁力なんでこうチャッキングして次外す時にはこのワークに磁気が帯びてしまうんですよね。なんでたまに、僕もほんまにめったに見たことないんですけども、脱磁のことって磁気を脱水の脱ですね。脱磁のことっていうと、磁気を抜いてから納品のことが書いてて、あと円筒検索板とか内面検索板で使う磁具を、平面検索板で両面研磨したりとかする時に磁気抜いたりとかしないとダメなので、脱磁気、磁気を抜くやつ、脱磁気って言われるものを購入しました。それがこれです。中古で買ったんですけども、カネテックさんのデマグネタイザー。これが脱磁気っていうやつで、これめちゃくちゃ簡単で、普通に 100V のコンセントピッて挿して電源入れて、この矢印みたいな感じに磁気を抜きたいワークとかを通すと磁気が抜ける仕組みになっているので、ちょっと今から使ってみたいと思います。よろしくお願いします。例えばこういう薄っぺらいワークなんですけども、ここにこの分かりやすくこのクリップですね、ゼムクリップってやつが、これをやると今はひっくり返しても落ちる、つかないんですけども、これは今磁気が帯びてないんですけども、例えば先ほどお話ししたみたいにテーブルですねにこれを置いて磁気をオンにします。でこれで動かないんで磁気がついてるんで、これで外してこれで外すとこいつが帯びない。これですね、この物差しですね。これよく磁気帯びやすいんで、分かりやすいかなと思ってこれ用意したんですけども、ここにつけてやると磁気がお互い磁気が帯びてないのでくっつかない。ここに置いて磁気を入れて外します。でそうするとここにおそらく磁気が帯びてると思うんで、これでこうすると抜けた。こんな感じで、この物差しですね、物差しに磁気が帯びてしまってるので、このクリップが多分そんなに磁力的にはそんなに強くないんですけども、ゆっくり上げるとくっついて、こんな感じですね。こうやってくっついてしまうんですよね。これでここ磁気が帯びてしまうので、この磁気を抜くために先ほど見ていただいたこの脱磁気ですね、今コンセントをつけたので、ここの電源をオンにしたら赤いランプがついて、これに流すだけ。その時にちょっと音聞いてもらったら分かるんですけども、マイク近づけるとどうですかね、ちょっと聞こえたか分からないですけども、ちょっとブイーンっていう音が聞こえて、結構押したら流してる時も結構手に伝わるような振動でビヨーンってビヨーンっていう感じで流れて、結構振動でここの辺とそこちょっと重たくなってち
ちょっと力いる感じになるんですけども、これで磁気が抜けたはずです。で先ほどのクリップですね、クリップをここにつけても全然くっつかない。これでピタッてつけてゆっくり上げてもここに残ってたりとかするので、これで完全に、完全にじゃないと思うんですけども、このクリップがつかないぐらい磁気は抜けてる感じです。ここでわざとグイってここでグイって押してもクリップが床に落ちてるので、こんな感じで磁気が抜けたりします。今見ていただいたみたいに脱磁気でこの物差しですね、ここのマグネットチャックですねにつけて物差しに磁気が帯びてしまったので、それを脱磁気にピーって通してやると磁気が抜けるっていう仕組みのやつです。これちょっと中古で買ったんですけども、それでも全然中古でも新品でも効果一緒なんかな、ちょっとわからないですけども、今後車内で使うジグとか、あと平面検索した後に磁気抜きとか脱磁してよって言われたらこう脱磁して納品できたりもするので、ちょっといい買い物をしたのかなと思います。はい、こんな感じでようやく、平面検索板入れたんやったら脱磁気は入れといた方がいいかなと思って、やっと中古をなんていうの、東大阪の機械工具入札会っていうのを年4回ぐらいやってて、最低価格が提示されてて、それに自分はこれぐらい入札しますよっていう、ちょっとオークション的な感じなんですかね。っていうので今回脱磁気を買いました。皆さんも何か機械加工、旋盤、フライス、検索板もそうですけども、で加工する時にこれ結構便利やったよとか、これいつも使ってて重宝してるよっていうのがあれば、コメント欄もしくは LINE 公式アカウントの DM にコメントいただけると嬉しいです。この動画が皆さんにとって少しでも役に立つと嬉しいです。ありがとうございました。